ボードゲームが大好きな皆さん、こんにちは。カトリットです。今日は誰でも参加できるボードゲームの世界大会を紹介します。開催されるボードゲームの種目はなんと100以上。その名もマインドスポーツオリンピアード。今からその参加可能なゲームすべてを一気に流しますので、あなたが知っているゲームがないか、ぜひ探してみてください。では、スタート。真っ白な心に描き出した数えきれないほどの物語を大きく広がる空と海へ夜明けとともに解き放ってゆくよ。でも明るいことばかじゃないんだ。でもねてこでもねて悩み続けだけど一生懸命この声張るんだ。君のもとに僕の声届けるため君の世界を消し去るように思いっきり息を吸ったこの声が届くとするならこの想いを僕の想いを君に聞かせたいかな。今僕ら未来へと歩みを始めた果てしないご覧いただいた通り、マインドスポーツオリンピアードではたくさんの種目の大会が行われます。これだけではゲーム名しか伝わらなかったと思うので、今回はそもそもマインドスポーツオリンピアードとは何なのか、どのような種目が開催されるのか、そしてマインドスポーツオリンピアードの参加登録の方法について説明していきたいと思います。マインドスポーツオリンピアードは1997年にイギリスで始まり、たくさんのボードゲームで競い合い、総合成績で競うというものでした。以来、毎年イギリスで開催されていましたが、2020年と2021年はオンラインで行われました。2022年に再び現地開催となりましたが、今年またオンライン開催されることとなりました。ここからはおすすめのゲームを紹介したいと思います。あなたがまだ知らないゲームを知るきっかけになれば嬉しいです。先ほどの動画、ゲーム名が様々な色に分かれていたと思います。これはこのように気軽に楽しめるボードゲームから頭をフル回転させるボードゲームまで8つのカテゴリーに分けられています。このカテゴリーを頼りに自分の好みのゲームを探すといいかもしれません。全部で100を超える種目があり、すべて説明していくと大変なので、各カテゴリーごとに2つほど説明していきたいと思います。まず、緑。皆さんがボードゲームと聞いて思い浮かべるように、3、4人が1つのテーブルを囲み、ワイワイとボードゲームをするものになります。まず、カタン。プレイヤーはカタン島の開拓者となり、都市を発展させ、最も早く規定の勝利点を達成したプレイヤーの勝利です。カタンは世界中で3000万個も売れており、たくさんの賞を獲得したドイツ生まれのボードゲームです。他のプレイヤーと土地を奪い合い、時には交渉して協力し、サイコロに運命を託す、とても楽しいボードゲームです。もう一つ、世界の七不思議。こちらは、オリンピアのゼウス像、バビロンの空中庭園など、実際にあったとされている世界の七不思議を元にしたボードゲームです。こちらも
カタン同様、たくさんの賞を獲得しました。各プレイヤーは世界の七不思議のうち一つの文明を担当し、資源を生産し、戦争したり、文化を育成したり、七不思議を建設したりしながら点数を競います。手札の中から1枚を選び、残りを次の人へ渡す。ドラフトと呼ばれるシステムも特徴的です。次に、ゲーム名が黄色のゲーム。これらは2人で対戦するボードゲームとなっています。先ほどの緑と違い、対戦相手が1人だけです。自分が1点稼ぐのも、相手が1点失うのも同じ価値となります。3人以上のゲームと比べ、相手を攻撃する頻度が多いのも特徴的です。例えば、こちら、キングドミノ。タイルを置き、自分の王国を発展させるボードゲームです。こちら、ラウンドごとに4枚のタイルを2人で2枚ずつ取り合いますが、お互いに欲しいものの取り合いになったり、逆にいらないものを相手に押し付け合うこともあります。価値が高いものは将来の選択権を犠牲にするため、価値の見定めが肝心なボードゲームです。また、先ほど緑色のゲームの時に紹介した世界の七不思議の2人専用ゲーム、世界の七不思議デュエルの大会も今回開催されます。こちらはドラフトを行う代わりに使用されるカードがテーブルに並べられ、欲しいカードを奪ったり、相手を誘導したりするゲームとなっています。2人用ゲームでは点数を競わずに勝ちが決まるゲームもよくあり、このゲームでもゲーム途中で即勝利ということもあります。今度は赤色。こちらはアブストラクトと呼ばれるゲームで、運要素も非公開情報もない純粋な頭脳戦になります。例えば、こちらのパッチワーク。様々な形の切れ端をつなぎ合わせ、素晴らしいキルトを作る。見た目も可愛いボードゲームです。しかし、そのプレイ感はまさしく頭脳戦で、欲しいタイルのためにどうするべきか。あのタイルを渡さないように、ここはしゃがむべきなのか。相手の数手先まで予測できたプレイヤーが勝利するでしょう。また、こちらの終わり。マンカラやカラハとも呼ばれるこのゲームは、種まきをテーマとした古くからあるボードゲームです。連続手番や種の強奪などがあるため、一瞬の気の緩みが負けにつながることもあります。強者たちが数々のゲームで脳を最大限活用し、頂点を争うでしょう。そうそう、アブストラクトゲームにはチェスも含まれるのですが、このマインドスポーツオリンピアードでは、チェスは一つのカテゴリーになっています。ゲーム名が青いゲーム。これらすべてチェスの種目です。チェスは 8×8 の盤面で白と黒の駒が戦う言わずと知れた伝統的なゲームです。マインドスポーツオリンピアードでは全部で13のチェスの種目が行われます。うち制限時間が違うだけの普通のチェスが3種目で、残りの10種目はバリアントルールとなっています。バリアントというのは、ほとんど元のゲームなんだけど、少し違うルールというものです。例えば、初期場面が960通りあるチェス960。片方の駒が全部ポーンになっているホードチェス。奇妙な初期状態からキング一番上まで連れていくレーシングキングなど、どれも個性的で楽しいものになっています。ところで、チェス同様、ゲーム一つがカテゴリーになっているものがあと2つあります。一つはチェッカー。チェッカーはあまり知らない人も多いのではないでしょうか。世界的にはドラフツの名前で知られていることが多く、チェス盤の黒マスだけを使うのが特徴的です。駒を進め、相手の駒を飛び越えて取ることで、
相手を全滅させるのが目的のゲームですが、取れるときは取らないといけないというルールが鍵になります。というのも、1手番で複数の駒を取ることが可能なので、いわば肉を切らせて骨を断つということが可能なゲームです。チェッカーは国によってルールが異なり、イギリス式、オランダのフリジア式などがあります。また、チェス同様、バリアントが用意されており、たった5個で始まるフリスクや通常のチェッカーの逆で、自分の駒をすべて取らせたら勝ちというアンチチェスもあります。ゲーム一つでカテゴリーになっているもう一つがバックギャモンです。バックギャモンはサイコロを振って駒を動かし、ゴールを目指していくすごろくのようなゲームです。なんとバックギャモンは5000年以上前からあるそうです。世界中で愛されており、研究も盛んなこのゲーム。チェスやチェッカーと違い、サイコロを使うため、運さえ良ければ誰でも勝つチャンスがあると言えます。バックギャモンは普通、お互い15個の駒を使いますが、3個だけ使うハイパーバックギャモンも今回用意されており、最初からクライマックスというヒリヒリするようなゲームが楽しめます。最後に、紫色のゲーム。これらはポーカー。つまり、トランプを使い、チップを奪い合うゲームです。皆さんの中には、手札が5枚で、1回だけ交換ができるドローポーカーというのを知っている人は多いのではないでしょうか。実は、世界で一番有名なポーカーはこれではなく、手札が2枚のテキサスホールデムと呼ばれるものになります。手札が2枚といっても、それだけで戦うのではなく、共有の5枚が追加され、合計7枚のうち5枚を使って勝負します。その他にも、手札が4枚のオマハ、手札が7枚のスタッド、強い手ではなく弱い手を作ることが目標のローボールというのもあります。また、その他に安西の世界大会もあり、なんと100を超える種目が開催されます。マインドスポーツオリンピアードでは、様々な種目で好成績を収め、合計スコアを算出して、カテゴリー優勝、並びに総合優勝を競います。具体的には、各種目ごとに成績に応じたスコアを獲得し、その上位5つの総合スコアで競います。カテゴリー優勝は白を除いた7色それぞれに用意されており、それぞれカテゴリー内の全てのゲームが対象となっています。総合優勝はこちら21のゲームが対象です。さらに同じカテゴリーは3回までしか使えないという制限があります。いろんなゲームで好成績を収めないといけない。いわばボードゲームのトライアスロンとも言えるのではないでしょうか。もちろん総合優勝等は気にせず、遊びたい種目を1つ2つ出るだけでも OK です。早速登録を始めるその前に、一旦どの種目に出場したいかあらかじめ確認しておきましょう。こちらのページに開催される大会の種目一覧があります。こちらのページでは左から順に日付、開始時間、ゲーム、カテゴリー、総合成績に使えるかどうか、プラットフォーム、エントリーページ、そして詳細ページが並んでいます。開始時間はイギリス時間なので、日本時間に直す場合は9時間進めておいてください。時間の確認も大切ですが、こちら、プラットフォームの確認を忘れないでください。ここには、どのサイトを使って大会が開催されるか記載されています。ゲーム名が緑の多人数ボードゲーム、黄色の2人用ボードゲーム、および赤色のアブストラクトゲームの一部では、BGA、ボードゲームアリーナを使用します。BGA 同時に開催される複数の大会に出る場合は、アカウントが2個必要になるので気をつけてください。
その他の赤いアブストラクトゲームでは、プレイストラテジー、ウィント、ボードスペース .net、オンライン go.com、アバロンオンラインを使用します。プレイストラテジーはチェスやチェッカーの競技でも使用します。バックギャモンにはバックギャモンハブを使用します。最後に紫のポーカーではポーカースターズを使用します。使用するプラットフォームが分かりましたら、これらに事前登録しておきましょう。また、GoTo エントリーページのところに Discord と書いてある場合、進行に大会公式 Discord サーバーへの参加が必須となりますので、そちらも登録よろしくお願いします。そうでない場合も、アカウント登録と一緒にエントリーしておくと良いでしょう。各サイトでの登録が済みましたら、次に大会全体の登録をします。こちらのページからブックチケットをクリックし、カードをクリック。そしてチェックアウトを押しましょう。注文ページが出てくると思いますが、参加費はすべて無料なので安心してください。こちらは購入に関する情報なので入力する必要はありませんが、システム上必須になっていますので書いておいてください。大事なのはこちらになります。上から名前、名字、E メールアドレス。以上3つは必須です。ここからは出場する種目に応じて必要な分だけ記入するようにしましょう。ボードゲームアリーナのユーザー名、プレイストラテジーのユーザー名、ポーカースターズのユーザー名、バックギャモンハブのユーザー名、ウィントのユーザー名、ボードゲームスペース .net のユーザー名。最後に、ボードゲームアリーナで同時に開催される複数の大会に出場したい場合、こちらにボードゲームアリーナのサブアカウントのユーザー名を登録してください。入力が終わりましたら、こちらのプレイスオーダーを押しましょう。こちらの画面が出れば OK です。登録お疲れ様でした。ご視聴ありがとうございました。最初の競技は日本時間1月28日土曜日午前4時スタートとなります。最終競技は日本時間3月13日月曜日午前4時からのスタートとなります。およそ1ヶ月半にわたって開催されるこの大会、ぜひあなたも参加してみてください。それではまた。この声が届くとするなら